どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画で紹介した白いグロッソスティグマのことは覚えていますでしょうか？そんなのあったって思われる方が大半かもしれませんが、今年のチャーム福袋でゲットしてたんです。世にも珍しい白いグロッソスティグマということで、価格はなんと現在6510円。まあ、といっても品切れ状態で買えないんですが、流通量も少なく欲しい時にはなかなか手に入らない一品です。あまり聞きなじみがない種類だから比較的最近出てきたんだと思うんですが、ネットで検索してみると数年前からちらほら出ていたようです。ただ現在も定期的に販売しているのはチャームのみとなっているようで、他で売ってるところは探しても見つけることができませんでした。チャームのサイトでもオリジナル組織培養と書いてあるので、少なくとも同じものはここでしか手に入らないと思います。こちらは自分が大好きな組織培養水草ということで、価格は高かったんですが、今しかないと購入を決意したんです。おまけに福袋価格で4000円か4500円くらいで買えたのでラッキーでした。これをいつもの水上栽培で増やし、ゆくゆくは白い絨毯を目指していこうというのが今回の目標。正直このグロッソに関しては情報がとんでもなく少なく、育成記録などは残っているんですが、水槽一面をこの白いグロッソの絨毯にしたなんて報告は一切上がっていません。なら自分がやるっきゃないと考えていたんですが、あれからどうなったのか全くお話ししていませんでした。というわけで今回はそろそろ半年経つこの白いグロッソスティグマがどうなったのか包み隠さずお話ししていきます。衝撃的な姿になっているので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速購入してから植栽するまでをお見せしていきます。購入したホワイトグロッソスティグマはカップ内で綺麗に回転しており、天地が逆さまになっていました。まあ寒天培地ではなく液体培地だったのでしょうがないと思いますが、これほど綺麗にひっくり返ってると芸術的とすら思いますね。開封してみると結構な密度で葉が敷き詰まっており、ボリュームがあることがわかります。若干符のように半分が緑色で半分が白色になってる葉もありますね。この葉がどうなっていくかはとても見ものです。完全にばらした状態がこちら。さすがにランナーで増えることもあってほぐすのはめちゃくちゃ大変でした。もっと細かくすることもできたんですが、逆に細かすぎると成長しないんじゃないかということで、今回はこれくらいにしておきました。トレイいっぱいの量なのでこれは期待できそうです。今回はこのばらした株たちをいつものガラスポットに入れて栽培していきたいと思います。基本的に組織培養は一度半水中用のまま育てた方が成功率が高い気がするのと、いきなり水中で育成し始めると溶けそうなので、いつもポットに入れています。ただどういった育成方法がいいかは水草によってそれぞれだと思うので、一概にこれがいいとは言えないです。使用するポットは4つで、組織培養カップ1個では考えられない多さです。それもこれも水槽内をすべてこのホワイトグロッソの白い絨毯にするためなので気合を入れました。しかしそうは言ってもこのホワイトグロッソスティグマに関してはほとんど情報がなく、どんな風に育成すればいいかも全くわかりません。通常のグロッソスティグマであれば高香料高栄養で育てるのがいいと思うんですが、なんか色素が薄い水草ってナイーブなイメージがあるんですよね。逆に肥料分が多いと腐る可能性もありますし、香料が強すぎると葉焼けする可能性もあります。ということで今回は4つもガラスポットを使用するので、半分はアマゾニア入りの高栄養低床、半分はプラチナソイルのみの低栄養低床にしました。こうすることでリスク分散もできますし、どちらがうまくいくかでこのホワイトグロッソスティグマの特性がちょっとでもわかると思います。アマゾニアの方は根が張る下半分にアマゾニアを入れ、植栽しやすいように上半分はプラチナソイルにしてます。ソイルを入れ終わったら霧吹きでひたひたにして植栽開始。正直植栽するというよりかはソイルの上に置いてる感じですね。
一応葉が上を向くようにはしていますが、一つ一つを植えるのはちょっと厳しい。できるだけ根が長いものは埋めるようにして、あとは埋もれない程度に置いていきます。この作業がとても神経使います。あまり深くまでピンセットを差し込むと隣接するグロッソが動いてまた調整したりしないといけないですし、埋めすぎないと宙に浮いちゃうしで加減が難しい。とりあえず均等な感覚で置いていきます。本当不器用なのでこういった作業は苦手ですね。もうちょっと手先が器用な人間に生まれたかったです。そんな感じで文句を言いつつ、とりあえず全てのポットの中に植栽が終わりました。結構いい感じにばらけさせることができたのではないでしょうか。育つかどうかは別ですが、まずは第一関門をクリア。というわけで植栽してから2ヶ月半、ホワイトグロッソスティグマがどうなったかをお見せしていきます。それがこちら。なんか成長はしているんですが、どこかみすぼらしいというか徒長気味に成長しています。おまけにソイルに触れている下葉の部分は溶けており、なんとも悲しい状態に陥っています。もう一つはこちら。こちらは先ほどのポットよりもひどく、成長もあまりしてませんし、溶けがひどいです。さっきお見せしたのはプラチナソイルのみの低栄養低床だったんですが、こちらはアマゾニア入りの高栄養低床。育ちが早くなることもなければ劇的な変化もありません。というか、ポットの裏を見てもわかる通り、全然根を張ってないんですよね。これがホワイトグロッソの特徴なのか、育成環境が劣悪すぎたのかはわかりませんが、おそらく高栄養のアマゾニアに根が到達する前に調子を落としたんだと思います。もう一カップ目も同様で、プラチナソイルオンリーですが、徒長しまくり溶けまくりの大惨事です。もはや言うことはありません。最後の4カップ目がこちら。これに関しては目も当てられませんね。すべてが溶け、側面にはそれを栄養として成長した藻類が見えます。なんでこんなことになってしまったのかというと、おそらく自分のゾーラ管理のせいだと思います。正直グロッソなら適当に管理してても大丈夫やろくらいに考えてたんです。というか序盤は結構順調で、これよりももさってたんです。4つのポットすべてが溶けもせず順調だったので、たまに換気しつつ少しの足し水で管理していました。ただ映像にもあったように放駆するというよりは徒長してきていたので、香料が足りないと思い、水上栽培の照明プラス隣の水槽の照明がバチクソ当たるところに置いてたんですよね。そこからしばらくして調子が悪くなり放置した結果がこれです。これは照明を当てすぎたゆえなのか、まだまだ途中まで順調にいっていたゆえの慢心が招いた結果なのかはわかりません。少なくともこの状態では溶けてしまうことは必然です。高級水草で入手性も低いので、さすがに絶やしたくないと思い、めんどくさくはありましたが、ここから生きている株を選別して再度植栽し直すことにしました。これも結構大変で、まだマシな部分をピンセットでつまんでは置いていき、そこからダメになっている部分はカットし、溶けが伝播しないように最大限注意を払っています。こんな感じで比較的マシな株を採取し終えたら、そこからさらに選別。結果残ったのはこれっぽっちの株のみです。あんなにモリモリだった組織培養のホワイトグロッソはどこへ。ここから水中に植栽することも考えたんですが、こんなクズみたいな株では植栽したところで水面に浮いてくるのは容易に想像できます。なので失敗したやり方で恐縮なんですが、再度ガラスポットでの栽培を敢行。ただ前回の失敗でホワイトグロッソは粘りが貧弱な印象を受けたので、プラチナソイルのスーパーパウダーではなく、1段階粒の大きいプラチナソイルのパウダーで根を張りやすくする算段です。ひたすらに植栽したらあとは待つのみ。というわけでそこから1ヶ月後の状態がこちら。終わりです。多くを語るまでもなく終わりです。跡形もなく消えました。正直植栽して数日で溶け始めたので、もう無理だと諦めちゃったんですよね。そこから放置してたらいつの間にかソイルだけになってました。ここだけの話、溶けてない部分だけを選別してもう一度植栽したところでもう心は折れてたんです。
このままでもいいかなと思って放置してたけど、もったいないしもう一丁やってみるかと腰を上げたものの、思った以上に株は取れないし、いい育成方法も思いつかなかったので、ほとんど惰性でやってました。放置せずやるだけやった感を醸し出すことで、自分なりに納得させようとしたわけですね。うすうすこんなんじゃ復活しないだろうと思ってはいましたが、いかんせん定価6000円の草ですし、白い絨毯も目指したいと考えていたので、ダメ元でやった感じです。結果は散々でしたが、まあいい経験と割り切ることにします。たらればになりますが、調子の良かった1ヶ月くらいで植え替えを行い、水中に植栽したり別の定称に変えたりとやりようはあったと思います。次回挑戦する場合はそこら辺も考慮してやりたいです。次回があるかは知りませんが。というわけで散々な結果になってしまった白い絨毯計画ですが、本当にまた次があるのであればまた違う形で挑戦したいと思います。もし視聴者の方でホワイトグロスをきれいに育てられたことがある方は、ぜひ情報をお待ちしています。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。